覚える借り物を最小限にしてクリアを目指す借り物最小縛りを3種類でクリアできたので動画にしました。最後のムール戦で覚えている借り物の数をいかに減らすかを目標としているだけなので、アイテムや攻略ルートの制限はありません。もちろんマブも使用します。 RTA とは違ってセーブロードも使えてのんびり遊べるので普通に面白かったです。動画は牢屋から始まっていますが、最初のリンク操作の部分はカットしています。投資で90分かかりましたが、動画は30分以内に収めたいのでカットを多用していきます。トリーの力、トリーフォースをもらってスタートです。まずはじめにテーブルを覚えます。中央1マスのオブジェクトで高さが 0.5 なのが特徴です。同じ高さ 0.5 でも階段が作れる。レッドの方が使い勝手が良いですね。牢屋を出たら城の外に向かいます。城ではテーブル以外は何も覚えません。テーブルだけで脱出します。最初はいろいろ試行錯誤してもレッドや重い岩を覚えないと外に出られないと思っていたのですが、ブログで情報を募ったところすぐにアイデアが集まり、サクッと突破できるようになりました。危ない危ない。見つからないように慎重に進みましょう。都合は B ボタンで置きましょう。ここまでは問題ないですね。頻繁にあってスピンアタックと地図を開放、どちらも重要です。ここからが少し難しいです。高さと幅のあるジャンプポイントはテーブルと周りにあるオブジェクトも使えます。ここもベッドなしでギリギリ突破できます。まずは壺かき箱を運んで足場にします。壊しすぎると積むのでオートセーブから再開しましょう。ここが遠いのでギリギリのジャンプが必要です。こんな感じで届かないのでスピンしてからジャンプしましょう。良いですね。レッドも木箱もスルーできました。ルフィもスムージーを作るのに必要なので集めます。この先の木箱は通常プレイだと重い岩を使って沈めるのですが、実は破壊して突破することも可能です。この方法もブログのコメントで教えていただきました。高いところからテーブルを出すだけですが盲点でした。あ
あとは流されるだけです。ここのゼルダが溺れる時の声、リアリティがあって好きです。南の海岸ではハートのかけらを一つ取っておきます。邪魔になるウニとゾルは石で倒します。ここはベッドがないと届かないので、周りにある石と木箱を活用します。ウニは石で倒せるぞという開発の強い意志が伝わってくる配置。洞窟の中にあるハートもテーブルだけで取れます。南の村はスルーします。ハートのかけらが売っているので後で買いに来ます。そして2つ目の借り物、看板を覚えます。通常プレイではほぼ使うことのない借り物ですが、超重要バグの起点になるので RTA や縛りプレイでは神借り物として重宝されます。最序盤に配置されていることも考えると、開発側は想定して作ったのではないかと疑いたくなりますね。道なりに進んで南の森の南の遺跡を攻略します。スムージーの材料も集めます。ここではルピーを稼げます。この先の部屋は敵を殲滅しないと進めないのでちょっと面倒です。現時点で使えるのはテーブルと看板だけなので、まずは木箱をしっかり当てましょう。今回はできていませんが、木箱を1つを複数匹に当てることも可能です。残った敵にはテーブルで攻撃します。
の中身は50ルピーです。取ったらデスルーラで回復しましょう。ベッドもないので回復もちょっと大変です。遺跡ではシンクと検視モードが解放されます。そして最後となる3つ目の借り物もここで覚えます。ちなみに今のワーク地点はロンブワープのバグで使用します。借り物は糸つらです。天井があれば簡単に上に登れるのと、魔物なので攻撃可能なのと、そして持ち上げて投げられるのが特徴です。通常プレイでも活躍しましたが、この縛りでも非常に有効な借り物です。左上の宝箱はダンジョンマップなので無視します。ポスト2なので1匹ずつしか出せませんね。ここはテーブルを燃やしてかがり火をつけます。ゼルダ自身を燃やしてもかがり火はつきません。ここの木箱からはアイテムが出るので往復してスムージーの素材を集めます。最初で最後のリンク線です。ここでワイトチラを使って倒します。正面からだと何もせずにやられますが、後ろからならダメージが入ります。さらにこちらを見失っている状態だとひるむので効果的です。攻撃範囲が狭いので時間はかかります。でもテーブル落としよりははるかに早いです。
これで検視モードが解放されます。ボスを倒さなくてもクリアまで進めることは可能ですが、ハートの器も欲しいのでボスも倒します。ボスは普通に検視モードで殴るだけです。エネルも補充できるので楽勝です。こんな感じに剣士だと簡単ですが、剣士を縛ると結構面倒な気がしますね。ベッドだけでクリアを目指すベッド縛りとかヤバそうです。倒したらハートの器を回収してルーベルのところに向かいましょう。ハートはかけらをあと2つ集めてハート5にします。宝のかけらは集めずにゲージレベルにまで上げます。まずは南の村でハートのかけらを買いましょう。ムールの体内に入るために古の森を目指します。道中でハートのかけらを1つ集めてスムージーも作ります。これでハート5です。縛り的にはもっと集めても問題ありませんが、ムール戦で即死しなければ十分です。スムージーは9個作りました。これだけあれば勝てるはずです。最後に4部ワープのワープポイントを解放して準備完了です。ここからは複雑なバグを使用しますが、解説はブログにあるので省略します。
ということで潮の北のワープポイントに飛んだはずがヌールの体内にワープしました。正規ルートを大幅に無視しているのでいろいろとおかしなことになっています。まず本来はリンクに剣士モード時の武器を渡すはずですが、まだゼルダが剣を持ったままです。なので剣士モードになることも可能です。そしてゼルダが剣以外を解放していないのでリンクも弓と爆弾が使えない状態です。まあ体力が無限なのでリンクがいる場所ではリンクに戦ってもらいます。借り物は3つしかないのでゼルダは戦力外です。弓がないので飛んでいる相手は苦戦します。テーブルを足場にしてやると攻撃が当たります。ライネルはワンパンにされるので死にされます。ボコボコにされながらも姫のために働く姿はこれぞ主人公って感じですね。よし、次がちょっと難しいところです。猶予1フレーム技を使います。失敗するとソフトロックがかかって積みます。ゲームを終了してロードし直せば復帰可能。本来隣の部屋にいるはずのリンクがいないことでイベントが正しく処理されないって感じです。ソフトロックを回避するには扉の仕掛けを破壊したと同時にセーブロードし直す必要があります。失敗して操作不能になりました。再起動してオートセーブからやり直します。位置を調整して投げてすぐにメニューを開きます。今のワイトチュラが仕掛けに当たったのが見えたので成功です。ロード中に破壊音が聞こえましたね。無事突破です。敵は剣士モードで倒します。ムール戦でも使うのでレージは少しだけ残しておきましょう。本来ならこの後はリンクと別れて行動しますが、いろいろとおかしなことになっているので一旦戻ります。閉まっているはずの道が開いているのでゼルダもリンクの進んだ道を進みます。本当なら左側からサポートするところですが直接リンクを運びます。スイッチもゼルダ自ら踏んでやりましょう。
本当なら少し面倒な仕掛けがあるのですが、一気に突破できました。あとはヌールを倒すだけです。回復した方が良いですが、スムージーも残したいのでこのまま行きます。借り物をチェック。3種類だけですね。戦い方はヌールの腕をシンクで引っ張るだけです。うまく位置を調整してリップに回転切りを使ってもらいます。腕がなくなったら糸ちらを出して攻撃させます。ビビたるさですが火力の足しになります。基本的にこれの繰り返しです。過去敵やボスを召喚するようになると逃げるのが難しくなります。避けながらだと位置取りが悪くなってなかなか腕を破壊できないパターンもあります。今のところ順調ですね。一番奥まで泳いでから天使モードで1回殴るだけです。エイジに注意しながらひたすら奥に進みます。もしかしたら次かもしれません。帰ってきたら前半戦と同じように腕を引っ張りましょう。Yes.
リブレイズの攻撃は避けにくいので祈りましょう。ということで無事クリアできました。最初は借り物5つが限界かなと思っていましたが、なんと3つでクリアできました。2つでクリアはテーブルと看板ということになりそうなので、現時点だとかなり厳しく感じます。最初から自由に借り物を持ち込めるとか、そういうバグが見つかればですね。あとはエンディングだけなので以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。